カモン。どうもデフラグです。いきなりやられたの。反応できない男。昨日までベトナムに行ってまして、マジですか。ありがとうございます。カモンって言うらしいです。カモンかな、カモンがあれですか。なんかカモンな感じはするんですけどね。あ、関係ない。わかんないです。はい、ということで今回のテーマはこちらです。はい、月の小手返しということなんですけれども、コメント欄に先生、月の小手返しで相手が崩せないという、よくあるパターンかなと思うんですけれども、どこで崩すかっていうところが皆さん難しいのかなと思うんですけれども。まずその月のさばきで相手が崩せないっておっしゃってるのか、小手返しの部分で駒崩せないしか投げれないっておっしゃってるのか、ちょっとよくわからないんですけど、この辺は木下さんもちょっとお悩みということで。ですね。ちょっともう失敗したものがありまして。失敗したものがありました。ダメ出し食らっちゃいまして。何年目だって話なんですけど、いずれやれるようになればいいなと思いながら今まで生きてます。とりあえず今回の動画でやれるようになればなりましょう、ね。いいなって、なれるかなっていう、はい、ということで見ててくださいって。木下さんが成功するのでしょうか。乞うご期待です。では本編の方をご覧ください。どうぞ。そもそもでまず攻撃の人の、ほらやってみるっていう月なのか、ほら行くよ、ほらやってみろ、ほらっていう月なのか、それでもちょっとやっちゃうけどそれともちゃんと全身を入れた月をしてるのかで、まずそれをさばきで、これをさばかれればやはり崩れますよね。この手打ちをさばかれても大して崩れはしませんけど、やっぱ今のこれを崩されれば、さばかれれば、やっぱりさばかれただけで崩れが生まれる。受けの問題ってやっぱありますよね。小手返しが崩せない、うまくいかないっていうのも大前提として、そのつき方もありますよね。だいぶ前ですけど、長いこと少林寺拳法されてあって、5段か6段か忘れましたけど、で、その方がちょっと合気道ハマって、合気道を初段取られた直後でしたかね、いや、ちょっとこの間、少林寺拳法の稽古で恥ずかしいことがあったって言われるんで、どうしたんですかって言ったら、少林寺拳法を稽古しているときに、つい合気道風の突きをしてしまったと。そしたら、裁かれただけで、転んだっていうか、すっ飛んでいったっていうか、少林寺拳法何十年もやってて、何十年かやってて、突きを裁かれてずっこけるなんて初めてで恥ずかしかったっておっしゃったことがあるんですけど、個人的にはやっぱ合気道風の突きで言って裁かれれば崩される。少林寺風のこの残してこれではやっぱり、これ裁かれただけでもそうは崩れないっていうのがあるので、合気道の場合はやっぱり重心移動を伴った突きを受け身の人がしてくださるといいかなっていうのがまず前提にあった上で、その裁きをどうするか。これに対して、これは今タイミングを合わせただけですね。この動きにタイミングを合わせている。で、この後、木下さんを、むしろ、ただここで木下さんの動きを止めてるだけですね。ちなみに、ここが木下さんが苦労するところの一つなんですよ。これ、動けるやろ。動きます。ね。今手を止めてるだけなんで、この手を持って相手の動きを止めてますよっていう。そうそう。嫌やろ、はい、うん。これ楽になったんですよ。だからまずこの時点。で、ここで相手の動きを止めておいて、より基本だったら自分がしっかり転換するとか、ポジション取り、いわゆるポジション取りを済ませて、ここから、投げの体勢に入っていくっていう。まずそこのさばきがありますし、さっきちょっと思いつくの何パターンかやりましたけど、一重身上でかわして、なんだったらもうここで、当て身なんかを表現して、相手崩して、相手が立ち上がってくるところを投げる。みたいなのもあるし、
ずーっと相手を誘導し続けて、結果として相手が崩れるというような、まずその導入部分の崩しがあるかと思うんですけどもね。すみません、質問のところのポイントが具体的にちょっと把握できてないんで、まず月なら月の、ここでどう相手を崩していくか。正面打ち、正面打ちなら正面打ちスッと。相手崩しておく。あるいは、ずーっとリードしていく。それぞれにですね。横面打ちなら、横面打ちでしっかり相手を崩した状態で小手返しに入れる。後ろ全部そうですね。小手返しに入る前にすでにそのさばき、なんなりで相手が崩せているという状態。それから、仮にここで、こういう状態かな。より理想的な。これに対して、まっすぐ。こっち強いですよ。これに対して、ここ弱い、隅落としがかかって弱くなりますよねっていう、そのポジショニングと崩しができた。でせっかくこれができてるのに、小手返しに移行するときに、ここも木下さんが今苦労してると思うんですが、みんなこう忘れるっていうか、なんだろう。いや、ここで、もうそう、戻してしまうって。せっかくここでさばきがうまくいって、崩しもうまくいってるのに、さあ小手返しをしようというときに、意識がここに戻ってきてしまって、完全に復活している。さあ、ここから何かしようとしても、もう相手自由ですから、反撃食らいますよねっていう。せっかくここで崩せてるんだから、むしろその崩しを利用できるというか、大きくするというか、そういう風に崩していかれたらいいんじゃないかなと。こう来て、例えばこれを下方にぐんと落とした。今度は相手上がろうとするわけだから、ごめんね。この投げるよ。上げる力を利用して返していくとか。その崩しとその投げの部分をどうつなげていくかっていうのが、課題というかを工夫されたらいいんじゃないですかね。あと単純にね、小手返しだけの話しだすとまためちゃめちゃ、前もやりましたけど、この小手返しをどういう小手返しするか、いろいろあるので、ごめんね。よいしょ。悪いな。悪いな。いろいろ、これはこれでまたちょっと話が長くなるのであれですけども。その型として考えたときに相手の攻撃がありますよ。さばきました。さばいた結果、相手が崩れた。その崩れにのっとって、その崩れを大きくするって言っていいのかな。それで、小手返しなり、塩投げなり何かをかけていく。そういう流れをちょっと稽古されたら、工夫されたらいいかなと思います。以上です。例えばここで多分今、自分のとってはベストポジションになってます。はい、で、中村先生にとってはもう全然何も体に反応しない状態です。で、ここの中村さんの崩したいところが、ここ今崩れたよ。今左来たよね。本編の方をご覧いただきましたけれども、うまくいっちゃいましたね。うまくいったっていうか本当に違和感しかないです。違和感しかない。なんでこの動きでみんないいって言うんだろうっていうのが正直な感想です。やっぱり自分が気持ちいいところで本当は皆さんやりたいんですけど、違うところに答えがあるっていうこともありますよね。多分ですね。私音痴なんですけど、声帯が訓練だけでできてない音痴と、もともとの音階を間違って記憶している音痴と言えるそうですけどもですね。だから自分でこれが正解なんだっていう感覚が実は怪しいというかですね。だから私は何をいろいろ習い事しますけど、やっぱ今までにない感覚っていうのが来た時がやっぱ嬉しい。これ今まで俺の中にはない感覚だって、なんだこれっていうのを、それを探して稽古してるというかですね。でもどうしても今まで自分の中にあるいい感覚っていうのを探してしまうからですね。今までにない
でもみんながすごいって言ってくれるなら多分それが本当というか探すべきものじゃないですかね。本当にうまくいった時って手応えないんですよ。ただ突然バターンって倒れて向こうがものすごい驚いて「今何されたんですか?」って自分も何したか分かんないし手応えがないから再現できないんですよね。そうですね。もうだから20年以上こう再現させたくていまだに再現できないやつとかもまだありますもんね。うまくいったやつほどなんかこう手応えがないような、再現しにくいようなそんな気がしたりしますけど。はい。ということで皆さんも今までにない感覚をどうやって探すかみたいなところも楽しんで見つけてもらえればいいんじゃないかなと思いますので、木下さんも今後いっぱい見つけましょうね。忘れないようにまずは忘れちゃいそうなんで今の感覚を。これまた来週同じことができるかという問題がありますので。話もできますね。そうですね。まあそういう時のためにこの動画があるってことで。はい、わかりました。はい、ということで皆さんも繰り返しですね、いろいろトライしてもらえればいいかなと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。